どうも皆さんこんにちは、夏目さんちのゲンです。はいさん。なんではいしか喋れなくなってんの。緊張してる。緊張してる。はい。緊張してる。ということでこちら皆さん見えます？ここ誰だと思いますか？ゲンさんでしょ。今言ったじゃん。今日ね、なんで外にいるかと言いますと、こちらのはい。これは何でしょうか。鉄の車。まあ間違いではないんだけど、そんななんかさ、開発された当初みたいな言い方するのやめて。産業革命のまあ産物ですけ産ど。物ですよ。列車産業革命は何年に起きたんですか、皆さん？何年ですかさや。さんは答えられません。なんで喋るということで今回なんと夏目さんち列車にお絵描きすることになりました。なんで意味わからない。ずっと意味わかんないんですけど、意味わかんないって最近言った企画がというか動画があったじゃないですか。ありましたね。こちらの動画。叩いた今。そこに飛んでる虫と同じぐらいの勢いに叩いた。今回なんとですね、はい、夏目さんち×タツノコプロさん×関東鉄道さんのコラボが決定しました。ありがとうございます。3コンボ。そんなことあるんだっていう、ね、もう第2弾そんなことあるんだ、ね、タツノコプロさんとのもう伝説のアニメ会社さんとのコラボが決まる、はい、あ、そんなことあるんだ、はい、恐ろしいなと思ったところ、関東鉄道さんと電車でのコラボが決まる。なぜかすごい夏目さんちがビュって入るみたいな。ビュって入ってなぜかその電車が走る。電車が走るんですってよ。電車って走るんですか？電車は走るだろうよ。タツノコプロさんとのコラボのキャラクターで列車が走ると。ほら、こっちも見てください。こんなとこ来る。こんな近くでさ、そうこん来ることなくない？ね、車両倉庫のところを今特別に入らせて、そういただいて、ラッピングでね、電車1両に夏目さんち×タツノコプロさんのコラボデザインが走るんですけど、さらにそのヘッドマーク一番真ん前についてる丸っこいところを直接書きますっていう、なんだそれって。なんだそれ。とんでもないことが起きたんですよ。今からそれを書いていくんですが、ただいまの時刻何時ですか今、さやさん。ですね。ああ、見えるんだね一応ね。影の角度から考えると無理だろそんな。12時40分。12時40分、はい、でここが4時ぐらいまでしか使えないってことは、あとは何時間？もうすぐ1時っていうことは4時まで。やっぱ算数できないから分かんない、ね、あんまり考えたくないんですけど、算数セットの時計のやつ持ってきて。あとはい3時間ですほぼ。頑張ってね、ゲイさん。はい、ちょっとね、はい、今から3時間で終わるわけがないと。いや、そうなんですよ、はい、今までいろんなところに書いてきたけど、はい、3時間で終わったことがない、終わったことがないので、とある技術を使って、はい、過去の私にちょっと書いてもらおうかなと思って。なるほどね。そうそう、過去のね、マルチバースのさやさんに書いていただくと、ちょっと連絡して、ここに来てからね、ここに来てから気づいたの。そう、終わんなくない？終わんない終わんない、今から絶対に終わらんっていう状態なので、そうそう、お願いしちゃうから。いきますか。はい、はい、昨日のさやさん。はい、ということでカメラを受け取りました。現場のさやさん。現場のさやさんじゃない。じゃ現場なのよこっちが。昨日のさやさんだよ。時系列がおかしいんですけど、皆さんは電車のね、車両倉庫の中を見てると思うんですけど、さすがにその時間だけじゃ終わらないだろうということで、こちら早めにね、早めに見て。こんな電車のここがこんな真っ白なの見たことありますか？ありますか？本当にこんななんだったよ。そう、このなんかさ、なんで俺たち対談スタイルみたいなリラックスして構えてんのなんか。なんか創作秘話について語りそうなんだけど、今日は初めてこのヘッドマークについて書いていこうと思います。とりあえず今ちょっとラフを作ったやつを、これちょっとうっすら見えてるから、もうちょっとね、今してね、シャーペンで若干下書きしてるので、現場のゲンさんとさやさんが困らないように。そう現場に行けないさやさんとゲンさんが先に書いて、ややこしい。現場のさやさんとゲンさんが仕上げられるように。はい、やっぱロマンですよ。いや、そうですよ。電車に着いた状態で書きたいから、っていうのもあって、ちょっと進めて、あっちで仕上げという感じでね、やっていければと思いますので。また現場のさやさん、今私が頑張ってるの見てちょうだいよね。これどういう世界線なの？ね、これ同時進行なの？あ、同時進行なの？すごくないそれ？ではやっていきましょう。行きましょう。行きます。さあ、ということで明日のゲンさん、さやさんが困らないように。困っちゃうわよね。本当に手間がかかる子たちで。全然もうぐちゃぐちゃなんだよね。この喋ってんのはもうさらに未来の我々だからね。動画が完成し始めていると。まあ確かにね、はい。ということで今回はですね、ヘッドマークを書くということで、はい、まずはもうメインのね、
ビジュアルということで決めていければと思います。はい。いやでもね最初ね、はい床に置いて書くとかでいろいろ言ってたんだけいやそうなんど、ですよちょっと腰が死んじゃうねっていうのそうで、壁に貼るかっつって壁に貼ったんだけどこれちょっと見ててほしいんだけど、そろそろ落ちてくるんですよ。すごいなんかズル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 ほら落ちた。超焦るからはいこれめっちゃ焦る。一瞬ベベ登場してるからね。やばいやばいやばいってなって。そうで今回は、はいまずは中心に添えるのはもうデフォルメされた、うん。ヤッターマ1号2号と、はいそして原サヤと原さやと。でそしてこの今ね僕が書いている、はい今ね右の方で書いてるのが、はい色のとこね前回の告知のうん。時には書いていなかったキャラクターで、お。はいいやそうですよ。ムテキングのタコミを書書かせていただいております。これグッズの方にはカラーで出てくるので皆さんそれも楽しみにしていただければと。はい。でこっち左側にはモノクロでドロンジョ様をいやそう、はい今回ねこうなんか壁の絵のやっぱイそうメージでね。そうなんだよ。この夏目さんちカラーとのモノクロでそうスタジオのはい壁の絵と同じで、手前側はさやがカラー、奥が僕が線ベースのモノクロっはい。ていうのでやっていっております。いやでも結構ねこれは一回塗りとかだとねやっぱムラになっちゃうからそうね、全部二度り塗りずつしてまあとかってそうだよねやってね。いやほんと大変だったんですよ。さやさん聞いてる？ね本当現場でねあなたたちが終わらないとか言うからえ。いやそうですよもうもうてかもうね多分みんなね、うんここまでやっちゃって大丈夫、結構やってるじゃんって思ってそうただこの後見れば分かるんだけど現場時間3時間しかありません。もうとりあえずここまで頑張ったからもうあとは任せた。やれ勝てはいはいというわけでありがとうございます。ありがとうなんかどうにか昨日の源さんさやさんに、うん、ちょっと作業を進めてもらえたので、どうやら夜中まで書いたとどうやらね夏休みの宿題提出前の小学生みたいな時間まで書いてたんですけど、はいまあその源さんさやさんが昨日ね書いていただいたのがございますのでちょっとあっち行きますか。行きましょう。で鼻の下めっちゃ汗かく。めちゃくちゃ暑いんよ今日。マジ引きこもりのお絵かき YouTuber そう簡単にねそう5月ぐらいのそうなんですよ外に出したらあかんよ。ということでこちら移動してまいりました。うわなかなかでもここももうすごいとこじゃない？入っていいのかしらっていう気持ちになる。そうここね車両倉庫なんですけど、今ここに実際に昨日の源さんさやさんがペイントしてくれたものがあるので、皆さんにお見せしたいと思います。はいこちらです。ドン途中めっちゃ途中踏切までなり始めるからここまで終わってないと今日絶対に終わらないだろうということで今回こちらはいここまで、はいねほらみんな不安になるでしょ。ね不安になるでしょ。でもこの誰が一番不安だと思う、うん俺たち多分今周りで見守ってる人たちがあれこれ終わんのかこいつらみたいな感じになってると思うんだけど、カメラのセッティングとかでね、ゲストすごい頑張ってくれたんだけど、ゴリゴリ時間使ったのでそうそれでゴリゴリ時間使ってもう残り3時間ぐらいになってきたんですけど、ねはいそれでは早速今ガタン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 まあ電車の車両倉庫の近くなんで、そんなこともありますよ、ということで早速こちらのヘッドマークに書いていきたいと思いますはいはいじゃあ行くよ。じゃあ行きますかはい、はいもうポンポンポコポコ行くよ。ポンポン書いていかないと。そうだよ。こんなとこあるかい。いやそうだよこのそう電車のさ子供の頃とかだってさ、運転席がさ見えただけでさ本当よすごいとかって言ってたのにさ、ね運転席の正面に来ることなかなかないよ。正面に来てこの距離で絵描くようになっていやそうね小学校の頃の我々に聞いたらもうさ多分嘘つき呼ばわりされる。いや本当だよね。そんなことあるわけないじゃんナス、って言われる。ナスそんな独特な煽りしてくるんだ小学生のさやさん。で今回多分さっきね昨日の源さんとさやさんも説明してたかもしれないんだけど、壁に描く外用の絵の具をちょっと使って今回は描いていこうかなということで、でこの列車がどうやらですねだいぶ長期間というか1年あそう近く走っていただくという1年ぐらい走ってね、い、ただけるということで。さあ書いていきますよ。待って書くとこありすぎて何から書いていいのかもはやわからないレベルなんだけど。そうだよ。マジでチャキチャキ書かないと今日はここにお泊まりすることになるからね。おちょまり、それワクワクじゃないはとっても楽しそう。何する？枕投げする？車両倉庫で枕木投げる。おしゃれそれ。おしゃれ。いいから進めろ。いい電車ジョーク。うわーさすがすわから早く進めてほしい。はいじゃあ行きます。僕今回の絵は手前にさやが1号と2号と夏目さんちをはいこう描いてくれたので、もう僕は後ろでこう線画というかモノクロで逆にこうなんか壁の絵のコラボバージョンみたいいなイメーやジなんですよ。そう、ね結構頑張ってます。でちょっとねこれは別に私じゃないんだけど昨日のさやさんからの伝言でちょっと心ね、1号のね帽子の部分がね、なんかもうあーっていう気持ちで書いちゃったっていう伝言を受けたので、受けたんだ。そうちゃんと書き直そうかな。なるほどねなんかちゃんとねこうムラをね消すようにね。虫やばい虫が入ってくるヒストリー。ワンチャン虫生まれるよねこれね。一緒に走ろう。なんか思い出とともになんかじっとする虫が生まれちゃう気がする。一緒に走ろうね。でもなんかこの環境音最高なんだよね。ね
やっぱね田んぼにね囲まれるってね、ハピネスだよね。田んぼの近くで育った身としては。ああ、さやさんはね、そう米農家の娘ですからね。そう、米農家の娘。これちょっと待って、周り書いちゃわないようにしないとやば。そうだよ、ここあれだからね、この電車に書かないでね。今一応怯えちゃった。列車に書いていいとは言われつつ列車には書かないでね。なんか特殊環境すぎ絵描くのに。絵描きしてるんだよね。なんか照れちゃうな。基本的に絵ってさ、引きこもってなんかこうさ、ひどい格好して描くもんじゃん。パジャマ着てさ。なんで私四股踏んでんだろうと思って。よし、あとはどうしよっかな。例えば何？小学校の効果。2バルマックスで。すごいこれ筋トレ痩せちゃうわ。痩せる？電車にペイントダイエット。でこれ誰もやってないこのダイエット絶対。やばい。どのダイエット系筋トレ YouTuber もやってない。やってないね。そんなことできない。俺たちしかできないよこれ。そうだよ。すごいこれすごい内ももに効いている。すごいよね。違うんだよ。書いてるところを加筆するんじゃない。まずはね、全部に線を入れなさいよ。待って昨日と違ってさすごい速さで乾いていく。やっぱお外と力ってすごい。すごいね。自然乾燥。昨日なんかさドライヤーでギュンギュン乾かしてたんだけどさ。そうだから手持ちのパレット状の絵の具が一瞬にして乾いていく。どうしよう。なんか今そういろんな方がね結構ね見てくださってる中なんだけど、私本当にさ書く順番とか何も考えないからさ、次ここで次ここでみたいな感じになってた。理由があるのかもしかしてと思う人がいるかもしれないんですけど、ないですね。恥ずかしい。目についたところから書いてるってだけだから、なんかもっとかっこいいこと言いたいな。なんかそれっぽく言ってよそれを。なんか呼んでるんですここが私を。いや私の筆を。かっこいい。なんか一瞬待って浅くない？浅い。びっくりしちゃった今。てかさ本当に乾くの早いんだけど。すごい。これなんか効果不効果？ね、私とあなたの関係ぐらい乾いてくの早い。そう。そんなこと公開してくんだ。そこ最後やればいいんじゃない？もう思ったのあんた。キャラのペン入れが終わったから先にペン入れが終わってないってことでペン入れしちゃおうかなと思って。でペン入れが終わっただけなんだよ。本当はやりたいのもうちょっと。やっていいよ。本当はもうちょっとやりたいけど、私は大人だから。大人じゃないよそんな。大人だから今なんか埋まってないところを。そんなの都合のいい言い訳だよ。残すのが怖い。埋まってないところとかさ、そうやってなんかまるで先を見越したようなこと言いやがって。見越してんだよ。あと数時間の命だ。全くよ。これだから大人ってやつは汚ねえんだ。わ、すごい玄ちゃんアクロバチック。そこに錆びれる廃れる。鬼むずいこれ。まずい。やめてそんな恐ろしいことするの。今じゃなくないそれ本当に。でもね、心の底から夢からじゃ。そっちからかけない。いやかけるよ。こうやってる。そっち苦手。そっち向き。すごい邪魔したしかも。嘘。なんかもう玄ちゃんもフルボッコなんだけど。サイドが全部買ってんのここ。ちょっとそこ本当にちょっと困る今。なんかいっぱいカメラあって恥ずかしいな。どれ見ていいのかわからない。見ないで書いててほしい。恥ずかしいな。でもゲンさんというカメラが私だけを捉えていてくれればそれでいいんだよ。チュすごい今冷たい目線のカメラ見えた。何の時間だったんだろうね今。ね。わちー。暑い時にやりたいことといえば。そうですね。電車に絵を描くですね。そう、ちょうどやりたいと思ってたんですよ。共感値ゼロの。ちょうどいいところに。ちょうどいいところに電車が。お絵かきしてみましょう。お絵かきにしてみる。法に触れる。ちょうどいいところに電車はないから普通。じわじわとさ。ボディーブローのように意味わかんなくなってきたよねだんだん。なんで自分たちが電車に書いててそれが走るんだって意味わからん現象が起きてるんですよ今。代わりにゲンさんが走ればいい。代わりにゲンさんが。ゲンさんが体で書いて走ればいい。ターボババアみたいな。ターボババアみたいな。都市伝説みたいな。そうターボゲン。ターボゲンか。千葉県某所に出没します。っていうかね、そうなの。誰と会話してんの？俺は常に俺自身と対話している。でどうしたの？聞いてみ。たまにはさその俺の殻から破ってさ。なんだっけ今。嘘でしょ。話の腰折れた瞬間にもう全部粉々に砕け散ったんだけどトークテーマが今粉々に。話の腰急所すぎでしょ。完全に今ダメだった。折っちゃいけない。折っちゃいけない腰折った今。で今ねこの状態でちょっと笑いそうになったら本当に折れちゃいけない腰が折れそうになってる。マジで本当に危ない。危ないやめてゲンさん。本当に危なかった今。全部見せるとこだった。別の意味でやったーマンになるとこだった。危ね。何の？やっちゃったーマンになるとこだった。腰やったーマンとか誰も聞きたくねえんだよ。腰やったーマン。怒られる本当に。この汗で溶けないかが心配。
手袋持ってきたよ。でもさ、俺の汗程度で溶けてくれてたらさ、こいつで走るんだよね。そうだよ。汗どころじゃないよね。もうこの世のありとあらゆる罵詈雑言からこう守ってくれない。罵詈雑言じゃねえや。こいつはどんな目になってしょうよ。暴風からも守ってこれなきゃいけないわけじゃん。そうだよ。よしよしよし。でもさ、やっぱりさ、子供の頃見てたさ、アニメとさ、をさ、今改めて見返すとさ、なんか印象マジで変わるよな。ハッチをさ、すごい久しぶりに、もう一回ね、見返したの。そう、だいぶだってさ、子供の時だもんね。なんか、そうそう親にほんのり見せられた記憶があるかどうかみたいな感じだったじゃん。ハッチに関しては。私はね、ちゃんと見てたよ。あ、そうなんだ。そうそう。でお父さんがね、すごくタツノコプロの作品がすごい好きだったから、でよくなんかその話のネタにね。そう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 、よくそういうごっこ遊びをしてて、あ、やべ、虫埋め込んだ。メモハッチだ。怖っ。さあもう残された時間はわずかということで、後ろの雲の動きがじわじわと見えてますがまずいまずい、はい、まずいまずいということでだいぶ急いで書いております、ちゃんとねこう周りに主線を入れ始めても完成にようやくね近づけようというのでね、もう暑さに負けたり、虫が混入したり源さん邪魔って言ったりいやしょうがないのよ、これ何で書いてるからでもね、だんだんこう黒を入れてくると少しずつね形が見えてくるんじゃないかなと、ベタだったり黒だったりを入れていって、いつまでたっても源さんの眼鏡を入れない問題だったんで、これそう、いつまでたっても源さんがね裸眼なんだよね。いやそうそう、なんで妙にキラキラしてる。コンタクト源さんなのあ、いいですね、ペン入れ。今回ね絵の具がもうすべて外壁用の絵の具を使ってるので、すごいね乾燥がねマジ早くて、早いんですよ、アクリルの筆がどんどんポソポソになっていくのがね、筆がもうねやられていくの油断すると、ね、めっちゃおもろかったよね。いや長かったね。長い戦いでしたね。まあしれっとねこの後も言うと思うんだけど、まあ3時間しかないと言いましたが、5時間ぐらい経ってますね。いやでもね4人で仕上げた大作ですからね、4人頑張ったもんね。マルチバースはカウントすんだ頑張ったよねみんな。では最後にここら辺にようやくようやくですか。ようやくです俺たちの本当に俺たちの、私と長井さんじゃない、じゃないね。今日これを見守ってくださった皆さんたちの長い旅路、長い旅でもう画面外にここの外にすごいすごいたくさん待っててくださって、そう本当に申し訳ないです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に申し訳ございません。じゃあ夏目さんどこがいい？ここでいいんじゃない？ここ？マルシー今マルシー夏目さんちとマルシータツノコプロ。いくよ、入れちゃうよ。いくよ、ここでいい？はい。すごいもう。あ、薄っ。薄っ。それさすがに怒られるよその薄さ。ね。あ、いいじゃんいいじゃん。丸石。あ、いいじゃんいいじゃん。おお、カサカサなんだけど筆もう。N2M でもいいよ。N2M でいく？なんかね、タツノコプロさんは TP でいいらしい。そうじゃあ N2M。N2 にしましょう。もう合わせて。合わせてね。N2 サヤフォントだよ。あ、いいねサヤフォント。N2M。すんごい筆ガサガサ。いやもうだってもうこいつ本当にこの筆おかしいんだよ。なんかもう焼いてないのになんか炭化してるんですよ。やばいよ本当に。炭みたいになってるね、炭みたいになってる。いやもう定年退職もうちょっとだねとかって言ってたのになんか外国に転勤化されるぐらいの感じだった。すごいね。急にもうまたもう一働きしましょうみたいな。はい、じゃあそっち大事。こっちはまあね。こっちはまあまあ何でもいいですよ。何でもいい本当に。責任は伴わないんで。うんち書いてもいい。うんちは書いちゃダメ。こっちはもう本当に。あ、でもここちょっと直したい。そっちと差し迫ってるのにね。差し迫ってるのにねちょっとね。はい。本日制限時間があとね1分です。じゃあここに丸 TP で。丸 CTP で。丸 CTP。バランス考えてね。いくよ。はい、お願いします。丸 C書くのうまくない？いいんじゃない？でもこのガサガサの筆でさ、逆にね、何をさせる気？いや逆にでもなんかいいんじゃない？今日頑張りましたの証。ほら、なんかすごい頑張った手じゃない？すごいね、なんかね、汚ねんだ手が。なんかボーベーみたいな感じじゃない？もう鬼の手って感じでしょ。TB？TB？ Yes TB？ Yes。あ、でっかい。はいはい。TP。ハートいる？ハートはいらない、やめて。TP って感じ。イエーイ、入った。やったー。終わりました。終わった。大変お待たせいたしました。ということで、もう皆さん見えてるとずっと見えてたと思うんですけど、こちらこれ以上ないぐらい見せられてたと思うんですけど、こちら今回のタツノコプロさんと夏目さんちと関東鉄道さんのコラボの列車のヘッドマーク、こちら完成しました。
ありがとうございます。ありがとうございありがとうございます。これがですね、もう今後、はい、今後今動画が出てる日がおそらくこれ今6月だと思うんですけど、これ7月からなんと走りますので、もうすぐじゃんっていうね、すぐだよ、はい、でちょっとこれに伴ったイベントが実は7月にありますので、この後家に帰った夏目さん家がそれを説明してくれると思います。はい、なんか時系列おかしいよね。夏目さん家聞いてる？じゃあ大丈夫、ちゃんとお仕事あるよ。前日仕事してた夏目さん家が多分明日また今度やってくれると思うんで、今日の夏目さん家はもうちょっとこれ書いた時期の夏目さん家はもう疲れきてるので別のね我々に助けそうと思います。いやもうなんかもうちょっと解説とかそういうんじゃない、もうです見てください、見に来てください皆さん、ぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。もうめちゃくちゃ嬉しいです。もうこれが走るなんてちょっと信じられないですけど、ほら見てください、いつもよりゲンさんの目が輝いてるんですよ。ゲンさんの目誰よりもキラキラしてない？なんかいいの？この1号2号と同じぐらい輝いちゃっていいんですか？やっぱコラボの時だから、確かにね、そうこんなねリッチなコラボだから、やっぱりゲンさんのね、確かにね、普段なんか夢も希望もないさ、世間の社会の闇しか見つめてこなかったそう思ったゲンさんの瞳ですらこんなに輝くんです。そんな言う？多分コンタクトにメガネなんでしょうね、これね。あ、多分そういうね、そういうスタイルだと思います。はい、ということで今回コラボ電車作らせていただいたということで、皆さん、ぜひ見に来て。もう茨城のね、茨城某所じゃないからちゃんと言ってよ、ここここの場所をちゃんと言ってください。探してねみたいな感じになっちゃった。走ってるところを探してねではないですけど、はい、ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。終わった。総制作時間何時間ですか？総制作時間は昨日の夏目さんちのやつらを含めて7時間でここで何時間だったっけ？何時間だった5時間で、かつデザインもろもろ含めて20時間はい、20時間でなんとか完成しました。このゲンさんの輝きに免じて許してください。ありがとうございます。もう本当に本当ね、誰最初3時間しかないんですとか言ってからね、言いときながらね、あれ今5時間やりましたって多分うすうす感づいてたと思うんですけど、2時間延長させていただきました。算数ができる人だったらすぐに分かるトリックですね、これはね。恥ずかしい。では未来の夏目さんち、この後夏目さんちにイベントの詳細を説明してもらいたいと思いますので、皆さんそちらも最後までご覧ください。どうぞ。はい、ということでご帰宅始まってきましたよ。電車にペイントを終えた世界線の夏目さんちですということで今からですね、こちらの夏目さんち×タツノコプロ×関東鉄道のイベントのちょっと詳細をお伝えできればと思います。ついにお伝えできるよ。こちらのイベント、なんと7月13日土曜日からコラボ列車が発車することになりました。さっきのやつもう間もなくよ、ほぼ1ヶ月後にこちらがねスタートすることになりまして、そしてその記念としてなんと同日7月13日土曜日に新守谷駅にてイベント実施。茨城県新守谷駅でございます。そうなんですよ。なんとこれはね初めてじゃないですか、夏目さんちの試みとしては。いやもう本当よね。イベント1つ目だよ。まず1つ目ですよ。1つ目除幕式、あれだね、ありますよ。こういうやつからこういうやってやって、こんな電車ドーンみたいな、もうみんな見ちゃってるんだけど動画でね、今から電車走りますよっていうね、その除幕式が行いまして、そしてそのコラボ列車に夏目さんちと一緒に乗ろうわっていうイベントだから、皆さんが乗ってる時に「あ、すみません、ここ空いてますか?」って夏目さんちが行かない、そういうことじゃない。そういうことじゃない。そういうなんか除幕式とその後にコラボ列車に夏目さんちと一緒に乗れるというイベントをやらせていただきます。こちら抽選で100名の方にご参加いただけまして、参加費用があります。でこちらが、2500円になってますね。でノベルティがオリジナル乗車券ね、こんなものが一緒にもらえるよっていうのがあるので記念品ですね。でさらにですね、今回のそのイベント参加費用、でそのイベント参加だけでなくて、その今回の列車のね、沿線をフリーパスとしてその日1日使えるよっていうものになるので、その近辺をこう練り歩いて散策してもらえるというチケットにもなってます。っていうのが1つ目。でそして2つ目、その1つ目のやつとはまた別のもので、同じ日ですね、その当日これまた別の抽選なんですけども、サイン会イベントもやらせていただきます。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい2回目。 2回目ね。俺たち確かにサイン会原画展の時にもね1回やらせていただいたんですけど、コラボ列車と除幕式が1回別の抽選ね、はいでその最初の100名の方が次も100名の方というわけではなくて、サイン会はサイン会で別の抽選でまた100名の方にご参加いただけるというものになります。はいでこちらがですね、サインをするものが当日販売予定、その物販で販売予定のこちらのキャンバスボードにはいサインをさせていただくということになりますので、はい実質参加費用はそのキャンバスボード代みたいな感じになりますね。そうなんですよね。なのでそのキャンバスボード3500円になりますので、そちらをご購入いただいた上で、サイン会に参加していただくっていう感じになります。わーい。はい、でそしてまだまだありますと、はい当日はですね3つ目、はい3つ目。オリジナルグッズ物販の実施でございます。はい。なのでこちらは抽選とかではなくてですね、こちらがもう物販の会場がありますので、そんなに広いところではないんですけど、当日そこで今回の夏目さんちが描いたタツノコプロさんのはいキャラクターを描いたものをグッズ化されたものが販売されますので、もしよろしければそのサイン会の方も、一緒に列車乗る方も当たらなかったよっていう方もこのグッズの物販はね、どなたでも入ることができますので、こちらご安心ください。はいただですね、その多くのご参加される方がいらっしゃった場合は当日その整理券をお配りするっていう可能性はあるんですけど、お店に入れないということはないようにさせていただく予定ですので、はい、いやすごいモリモリですよ。もう一度言うと、抽選が必要なのはイベントの1つ目のその除幕式&コラボ列車に一緒に乗車する、はいっていうのが100名で、そしてまた別のもう1個の2つ目の抽選がサイン会のイベント、はいこちらもまた100名はいで、その3つ目のグッズの物販の実施はこちらは抽選はなし、ただ整理券の配布などがあるかもしれませんので、そちらはご了承ください、はいということになります。いきなり怒涛のイベント告知なんですけど、いやそうだよ。しかもなんか、いやもう本当にいわばなんかこう今回のコラボ列車の一緒に乗るってやつはさ、初めてじゃないですかね。そうなんかこうサイン会として皆さんにお会いしたり、サプライズで一瞬その現場に行ったりとかは今までのイベントの時もあったんですけど、ここに一緒にやりましょうみたいなのは初めてかな。でそれで大事なことなんですけども、当日会場での物販だけではありません。はい後日ですね、その当日からすぐにではないんですけど、後日 EC でも販売を予定してますので、はい皆さん遠方の方もご安心ください。インターネット通販ってやつですよ。そういうことです。はい遠くでちょっと茨城まで来れないよっていう方もね、ぜひ列車乗りたいけど行けないよみたいな方も、グッズは物販で購入できますので、はいこちらご安心ください。今回いっぱい書きましたから、嬉しいね。ついにグッズになって。いやー嬉しいです、はいなんかもうあっという間に、なんかこのプロジェクトが動き始めたのって割と最近なんだけど、ね。いや最近じゃない実は。いやそうだからもともとお話をいただいてたの元々はだいぶ前からあはったんですけど、それこそパラちゃんが生まれる前からなんだけど、で一回ちょっとパラちゃんが生まれたっていう前後があって、そこが空いて再始動して今回ってことなので、割と長いね期そう間ではあったので、すごいやっと皆さんにこの情報をいや本当伝えてにきました。なんかもう感慨深い。でそしてこちら抽選期間ですね、はいこのサイン会イベントとあとはコラボ列車乗車イベントうんのこちらの抽選はですね、6月17日の月曜日午前10時から、27日の木曜日の正午まではいになってます。でそして抽選の発表がすぐ翌日の6月28の金曜日正午から順次発表していくとはいいう形になります。でこちら何度もお伝えしてるんですが、この除幕式&コラボ列車とはいサイン会は別の抽選窓口なので、どっちも参加したいという方は重複で応募するのは全然問題ありませんので、はいそちらぜひ別の窓口から両方応募してみてください。そこだけご注意ください。そう時間が一応被らないようにはなってるので、うんはいただ時間帯がですね、おそらく一番最初がその除幕式の方が午前中11時頃から始まる予定ではありますので、朝は若干ちょっと早いかもしれない。早いのかな、わかんない。11時って早い遠方から来る方だと確かにそう、遠方からだと早いかも。遠方スタートからだとちょっと早いかもしれないね。確かに、うんっていう感じですかね。はい。でもりもりの告知だったんですけど、このオリジナルグッズのデザインはこんな感じ。2秒ぐらいで流すから全部。あうん2秒2秒2秒で紹介しよう2秒で紹介する。こんな感じです。ドドン。ンド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 ンバン。はあ。いやすごいいっぱいあるちゃんと見。せろよ今回のグッズのラインナップちょっとまた細かくなんかライブ配信かなんかでまたね見せるのできたらなとは思うんだけど、一応こんなの完成しましたよっていうのがこちらになります。はい。はいアクリルキーホルダー13種、アクリルスタンドプレート5種、キャラパス2種、キャンバスボードで、そしてプレミアムポストカードホルダー、はい。缶バッジ、はい。小物ケース、はいネックストラップ、はい。ハードブロマイド、はいクリアファイル、はい。カードステッカー、はい。アクリル定規、はい。アクリルスタンド、はいこちら電車バージョンでアクリルプレート電車バージョンはい。で、こちらアクリルキーホルダーの電車バージョン、夏目さんち駅もついて
っていうちょっと今大丈夫ですか、皆さん覚えられました？すごい。ちょっと盛りだくさんなのでまたね後日現物などを使ってご紹介できたらなとは思いつつ、はい、わあすごい、こんなにいっぱい作っていただけてなんか情報量がたっぷりだったと思うんですけど、はい、とても可愛く仕上がりましたので、ね、皆さんぜひ嬉しい。こちらお手に取っていただければ、まあ無理のない範囲でもちろん、はい、さあ今もうたっぷり告知をしてしまって皆さんの情報がパンクしたと思うんですけど、ね、もう夏の日差しに負けないぐらい熱い情報量だったね。いやもうたっぷり、要はもう簡単にまとめて言うと、7月13日の土曜から列車が走るよ、その日に夏目さん家出てくるよ、夏目さん家に出てくるよ、夏目さん家出てくるよ、そのイベント参加する抽選が2つ窓口あるよ、物販もそこで開始するよ、グッズがいっぱいあるよ、ありがとうありがとうっていう、本当にありがとうございます。夏の日差しに負けやすい夏目さん家が外に出てくるから、みんなもぜひ来てくれよな。そう言われてくると心配になる夏目さん家大丈夫なんかなってなるでもあと絶対めちゃくちゃ暑いからいろいろ対策してきていただけると、確かにすごい暑い、体調には気をつけて、ぜひぜひ夏目さん家も夏の日差しに負けるように頑張るから。負けるのか、負ける、割とちょっとトレーニングしないと負けるから、ちょっと引きこもりすぎてるから、あれ本当にありがとうございます、ありがとうございますね、もうなんかイベント終わったみたいな感じになったけど、これからですので皆さんぜひまずはこちらのねコラボ列車イベントぜひ皆さん楽しんでいただければ幸いでございます。はい、そこの君、抽選が始まるのは何日から？ 6月の10日17だ俺が間違えてる、危ねえ普通に間違ったよ、自分で読んだの17日からね、はい、抽選開始6月17からですので、皆さんぜひそちらを忘れなく。夏目さんちは除幕式にでああ、よかった、当たってた、よかったよかった。なんで俺分かってねえんだよ。ほらみんなここテストに出るからね分かった、夢の中でテストするからね、ダメだったら起きれないからね。怖すぎ。家出る時間に起きる呪いをかけときますからね。誰か食らうじゃん、いるもん絶対今この動画を見てる人の中で1人は絶対に現れるから、そういう人一度せいにされちゃうやつ